皆さんこんにちは。ワインを求める旅の続きやっていきます。ライオンくんに話しかけると拠点に帰らせてくれるみたいですね。うわ暗いな。視野が狭いから弾幕がいきなり来るのが怖いね。あのよくわからない生き物唐揚げだったんだ。見た目結構可愛い。暗くて何も見えない。こっちに行くのは後にしよう。途中でろうそくとか手に入るのかな？お、明るくなった。明るくなったけど、なんだか気持ち悪い場所だな。空気も悪いし。中央の魔法陣くん怪しい。怪しくない？あれまた同じ場所？あれ？さっきと全く同じ場所？謎解けないと無限ループ気のせいじゃないよね。どうしよう。少しうろついて謎解けないか試してみるか。食材が生えてる方に進むとか？ダメだわ食材消えたわ。おとなしく上通路に戻ってみるか。わー。イエティでスイーツ好きの誰だっけ？なんだプフェルか。びっくりしたなもん。あ、ミテさんか。僕も心臓止まるかと思いました。そもそも、ミテさんはこんなところで何をしてるんですか？オイラはさ、この辺りからいい匂いがしてきたから探しに来たんだ。ワインの香りかな？いい匂い？そうだぞ、ブドウのいい匂いがプンプンしてるだろう。ブドウでしたか。ブドウってワインの材料だよね。もしかしたら。これは間違いない。ミテさん、僕もついて行っていいですか？何？オイラのブドウを横取りする気か？ブドウ自体は目的じゃないんです違います。僕はワインを探してるだけで。ワインはお酒か。それならいいぞ。お許しが出てよかった。それじゃあ、オイラもプフェル頼みたいことがあったんだ。何ですか？匂いをたどってブドウを探してるんだけどな。他にも強い匂いがあって見つからなくなってるのだ。ワイン関係で他に匂いだからが強いものあったっプフェルはブドウ以外の強い匂いの元を何とかしてほしいんだ。なるほど。わかりました。上の方は暗いからこれ持ってけ。アイテム、うまチョコランタンを手に入れた。美味しそうなランタンですな。薬みたいな匂いとニンニクみたいな匂いが邪魔だ。頼むぞ。全然ワイン関係なさそうだな。それじゃランタンもらったので暗かった場所に進みますか。ランタン持ってても完全に見えるようになるわけじゃないのね。でなんか半透明な何か近づいてくるんですけど。しかもそこそこ体力あるわ上のやつは完全に透明じゃないか。けどじわじわと近づいてくるだけなのでそこまで脅威じゃないかな。ついにコウモリ族がお出ましか。さあどんな攻撃あなたたちも消えるのか。さっきのやつとは違って体力バーも消えてるので、消えてる最中は無敵っぽいですね。これは天井から匂いがしてくる。何かいるのかな？高いところのものを落とす。前はどうやったっけ？チャージ拳攻撃ですな。なんか今何か変なもの見えた？気のせいかな？気がしいじゃよ。ついでにうまいこと言い残していったし。疲れてるのかな？僕。枝を取った時のように床ドンしてみますか。上から降ってきた？コウモリ落とせる心なになに、人の部屋でどんどんうるさいな。あら、閉じ込めてた子じゃないですか。勝手に出てきちゃダメですよ。なに？こりゃお仕置きが必要だね。しょうがないね。いつものやつか。コウモリ娘を撃退ですね。途中で姿を消しますが、基本そのまま近づいてくるだけなので対処は簡単ですな。なんだこの人間、すっごく強いじゃん。一旦引くしかないわね。ニンニクパワーを補充よ。コウモリってニンニク兵器なんだっけ？アイテム、匂いの元にを手に入れた。ニンニクの匂いが消えた。コウモリさんたちなのに、ニンニク好きなんだ。コウモリと吸血鬼って別の生物っぽいしニンニクは兵器なのかもね。コウモリ娘たちがいた部屋の隣に来ました。おハートアイコンありますね。なんだろう。ここだけ、新しい机で、チラシが置いてある。深海館のマッサージ店オープン、場所は左右下下。これはループ部屋のやつですわ。左右下下ってどういう意味なんだろう？どうやって行けばいいの？何言ってるんですか？これは姫様とデートイベント関係なので後にしますか。この部屋はなんかあるかな？また天井に潜んでるタイプですね。落としてみますか。久しぶりですねカロッテさん。分け前を渡すので見逃してほしいのです。ほんと
本当にやめた方がいいですよ。何回言ったらあかんだ。実績解除、本当に。ネイビーでは出てこなかったからもう食料品盗みやめたかと思ったけど、まだ反省してなさそうですね。ダメみたいですね。カロッテたちがいた場所の隣の部屋に来ました。ってなんかベッドがギシギシしてません？何これ。見えないけど、ここ、何か透明の柔らかいものがある？あらあら、随分とペタペタと大胆に触ってたわね。あの透明になれる生き物は誘ってるの。なかったか。ねえ誘ってるんでしょ。ごめんなさい、僕、見えてなくて。気にしなくていいわよ。私たちが満足するまで、あんたのことを貸し尽くしてやるから、戦うしかなさそう。マミー撃退ですね。って弾幕飛ばしてくる貝みたいな生き物もいるんかい。貝を先に処理してからマミーを倒しましょう。もう、湿布が剥がれちゃったわ。包帯じゃないのか。覚えてろ、次は絶対に犯してやる。アイテム、匂いの元1を手に入れた。生温かい薬の匂いが消えたそうっていうか、あの体に巻きついてるのって湿布だったんだ。ブドウとニンニクと湿布の匂いが充満してるホテルってなんかやだな。いい感じだ。嫌な匂いが消えてブドウの匂いがプンプンするよ。これでバッチシだ。プフェルやるじゃん。やったー、さあ行きましょう。お、プフェルは私を見失わずについてこれるかな。はっや。置いていくのはやめてください。道がわからなくなっちゃうので。ミテさんがぴょんぴょんして正解ルート教えてくれてますね。後に続いて進みましょ。ブドウの木なのになんかかっこいい。これだこれだ。すごく真っ黒なブドウ。ブラックです。わし、お味の方はどうです？あまあ。叫ぶほどに？角砂糖をシロップで煮詰めたものを食べてるみたいだ。美味しいけど、さすがに甘すぎるぞ。想像しただけでもきついですね。僕もとりあえず一口。本当に甘い。食べると頭がズキズキしてくる。普通に食べたらあかんやつですわ。パクパク。それでも食べるんだ。甘いよ。酸っぱいならともかく、そんなに辛そうな顔して甘いもの食べる人初めて見ました。頭おかしいよ。じどうしました？僕の顔に何かついてますか？ー。よく嗅ぐと、プフェルもいい匂いだな。このタイミングでスケベシーンくん。それってどういう？プフェルも食べてみたいぞ。ちょっと待ってください。寒冷地に生息するエーテイにとって、性行為とは数少ない楽しみであり、体を温める効率的な手段だ。故に、イエテに目をつけられた人間は相当の時間を課され続けることとなる。この後スケベシーンなのでカットです。お、起きた。ミテさん、ごちそうさまでした。ミキは満足だぞ。お粗末様でした。そうだ、この先からお酒の匂いがしてるぞ。プフェルの探してたものかもしれないな。謎オブジェクトくんがあるから本当ですか？ありがとうございます。お、気にするな。またプフェルのこと食べさせてくれればいいぞ。ミテさんもプフェルくんそれはハマっちゃいましたね。なんて言い方しや。前回は回復機能がついた謎オブジェクトくんだったけど今回はどうだろ？セーブポイントさん、相変わらずのセーブポイント感。見える。こんにちは。こんにちは。今日は根本から少し考え直してみようと思います。というと？そもそも、私はセーブポイントのことを考えすぎて、セーブという概念についてよくわかっていませんでした。なんか難しい感じになのでってきた。教えてください。セーブとは一体何ですか？そうですね。今までの冒険を記録すること、じゃないですかね。それは、私の冒険をということですか？いえ、僕の。セーブポイントくんが自分の記録するのもありかもしれない。私が、なぜ？いや、なぜと言われても。確かにセーブポイントにそれは私に何のメリットがあるのでしょうか？それは。私はもう、わかりません。諦めないでください。ほんとなんで謎オブジェクトくんは設置されたんや。実績解除、セーブポイントの消失。これからは、違う似ている何かを探そうと思います。諦めてしまった。次会うときはなりたいもの決まってるといいですね。はじめまして、プフェルくん。あっという間に着いちゃったわね。
もう少し、おもてなしの準備ができればよかったのだけれど、拉致ってくる時点でおもてなし私も久しぶりにこの島に来たばかりだったから、ね。君は年齢も教えてくれるかな。私はエルゼ。見た目で判断しない方がいいわよ。あなたよりずっと年上だから。見た目は幼いけど年エル齢ゼさんが僕を呼んだんですか？正解。どうしてですか？あなたに振る舞ったワインの原料は、前の部屋にあったアビスカット。名前かっこいいな。糖度が70度を超す海原産のブドウ。あまりにも糖度が高すぎるからそのまま食べるより、ワインにして楽しむの。ちなみに普通のブドウの糖度は17何の話ですか？ワインのアルコール度数は、ブドウの糖度で決まるから。出来上がったワインは、そう。竜族だって簡単に酩酊してしまうほど。まさか狙いは姫様？あなたたちの最後の晩餐にはちょうどいいでしょ？殺す気満々やんこの人。姫様に手を出す気ですか？ふざけんな。さあ、それはどうかしらね。そんなこと絶対にさせません。それは楽しみ。あなたが勝つことはないでしょうけど、全力で抗って、私を楽しませて。VS、総支配人 LJ。僕が姫様を守るんだ。さてエルジェ戦ですね。一緒に吸血鬼だがなんだか知らねえが姫様に手を出そうとしてるやからは止めるしかねえ。はっきゃ、しかも30ダメと結構痛め。もう体力半分以下になっちまった。あとこの3段移動攻撃が嫌すぎる。くそこの全方位攻撃避けられねえ。今のはどう見ても当たってると思うんですけど。ちょっと右さんがくれた武器の判定おかしいんですけど。ふっふ、本物の私を捉えられるかしら？絶対に負けませんから。第2フェーズか。3段が着弾したところにエルジェ本体が移動する感じですね。相変わらず3段避けるの難しいっすわ。あ、分身からも弾幕撃ってくるんかい。そして本体からも全方位攻撃ですか。弾幕避けられなくてポーションがゴリゴリ減っていく。第2フェーズでポーション残り1個か。今回で初見撃破難しい気がしてきた。分身は十字に弾を撃ってくるので斜めの位置にいれば当たらないですね。そろそろ、ちょっとだけ本気出しちゃおうかしら。僕も本気です。私の世界にご招待、近日。これは大技の予感。本体を殴り続ければ止められるか？お、阻止できた。そして殴り放題チャンス来た。今がチャンスだ。今度こそ私に身を委ねて。待ってこれしかやってこないなら最終フェーズ一番簡単じゃね？やっぱ右さんの武器の判定おかしいよ。閉まらない最後ですがとりあえず撃破ですね。やったぜ。はぁ、これはきつい。ふっふ、思ったより楽しめるわね。私の100分の1くらいの強さはありそうかしら。さっきの戦いはお遊びだったのか。話して。でも、もう戦うのは飽きちゃった。だから、今度は違うことで楽しませてもらうわね。これはスケベシーンきますわ。吸血鬼に血を吸われるという行為は始まりにしか過ぎない。血を吸われた人間は心も体も完全に屈服するまで、彼女たちのおもちゃとしてもてあそばれ続けることになる。この後スケベシーンなのでカットです。あら、目覚めたわね。はは、先にやらせてもらってるぞ少年。姫様襲われなかったんです。姫様、なんで？呼んでないのに勝手に来たのよ。あなたが気を失ってる間にね。最初はね、私ってすっごく強いから余裕だと思ってたんだけど。まさか、貪欲の茶流の実の娘とはね。姫様親子だった実のんですか？娘。じゃあこの島に封印されてるのが、歴代でも最強、そして最悪のドラゴンとして名高い貪欲の茶流、リブ。封印されてから、すっかりその名前は聞かなくなったけど。恥ずかしいから言いたくなかったんだ。私が幼い頃に、よく理由もわからないまま気づいたら封印されていた。お母さん、どこに聞いたんだ。そのせいで、本来は母がすべき責務を幼い私がすることになったんだ。理に労働基準法があったら問題だぞ。この世界に法律はあるのだろう姫か。様って女優だったんだ。やっぱり。何か納得した顔をしているが、邪竜というのは母の通称であり、私が邪竜だということではない。勘違いするなよ。よく話を聞く。はい、すいません。けどその血筋ってことはで姫様も、なんで入っちゃダメなこの島に来たのよ。そのせいで、あなたたちを捕まえろって命令が出てるのよ。やっぱりこの島って入っちゃダメだったんですか？ちょっと家族の問題だ。他人に話すことでもない。そのせいで、わざわざこの島に呼ばれた私の身にもなってほしいわよ。また住みに来たわけじゃなくてよそうかったの、か。それだ。誰がそんなことを頼んだんだ？天使様よ。なんかまた新しい種族出てきた天。使様？
天使様って、神様の使いの、実際にいるんですか？そうよ、もともと天使たちが主導となって世界を守るために貪欲の邪竜をこの地に封印したの。もしかして姫様が邪竜封印が解かれないように、島に来た侵入者を排除するため、様々な生物が守護者として配置されてるの。でも、島の陰気のせいか、守護者たちはまともに働かないし、楽しみのために君たちのことも泳がせる始末。みんなプフェル君エキス持ってだから、ないで天使様がしょうがね私へ直々に命令してきたってわけ。この前私宛ての手紙が来てただろう。あれも天界から送られてきたものだぞ。なおその手紙はポイ捨てしたもよ。この前ポイって捨てたやつですか？まあ世界の調和を保っている存在という意味では、私も似たようなことしてるわけだし、実質同格ということでいいんじゃないか？まあいいわ。こんだけむちゃくちゃな相手だったら、ダメでした。で諦めてくれるでしょう。頂点捕食者だしやべえドラゴンの娘あだし、ね。そうそう。はい。これがアビスカットの1000年もの。このホテルの最高級品よ。地下深くに眠ってたのが残ってたわ。姫様の家族の話が今日おがこれがと忘れてた。いいんですか？こんな貴重そうなもの。幻のグレープ。いいのよ。もうこのホテルだって廃業してるし、この島から出ていく時に持ちきれなくて残っていたものだから、それに、私はもっといいもの飲ませてもらったから、まさかこんな場所で純血の人間の血が飲めるなんて。やっぱ吸血鬼的には人間の血が一番美味しいんですかね。気が向いたら、また飲ませてくれるかしら？ああ、構わんぞ。死なない程度に抜いてやってくれ。ああ、栓を開けるのが楽しみだ。主から許可出ちゃった。そんな存在な。そうそう、君にはこれをあげる。武器、ブラドズスピットを手に入れた。新武器助かります。これは？君はなかなか筋がいいみたいだから、これを使えば私の10分の1くらいになるかもね。武器だけでそんな実力ありがとうございます。ああ、ダメだ。我慢できん。先に帰って一杯やらせてもらうぞ。食材手に入れた姫どうする？私の注射になっちゃう？検討します。さてすぐに拠点に帰りたいところですが、エルジェさんの話を聞いていきます。あら、またあなたの血を飲ませてくれるのかしら？そういうわけじゃないですけど。なんだ、残念。そんなに僕の血って美味しいんですか？そうね、とっても素敵、フレッシュでエレガント、やっぱり純血の人間だからかもね。血液でフレッシュで昔はこの島にもいたんだけどね、血を吸わせてもらう代わりに、魔界でしか作れないワインを振る舞ってたのよ。珍しいんですか、人間って？僕、姫様の屋敷からほとんど出たことがなくて。亜人は多いけれど、私が知る限りは、もう純血の人間なんてどこにもいないわね。プフェル君しか生きていなだから、いのかな。この島には海軍があったりしたのよ。島に住む純血の人間を保護するためにね。まあ、結局ダメだったのだけれど、仕方ないわよね。人間は他の生物に比べてあまりにも弱く脆いから。そうなんですね。世界中の人間がいない中、私の家に置いてきた、ポチとミケも大丈夫かしら。早く思いっきり血を吸ってあげたいわ。媚薬の入りのおもちゃぶち込んだまま放置してきたから、相当芳醇な味わいになってるでしょうね。可愛い一面もあるんだと思ったらこのありさまだよ。飼ってる犬と猫の話だと思い込もう。普通の犬猫に媚薬入りおもちゃぶち込んだ方が問題ですよプフェル君。話も聞き終わったので拠点に帰りますか。おお、戻ったか。悪いが先にやらせてもらってるぞ少年。ダメですよ。すごく度数が高そうなお酒ですから、すぐにつまみを用意しますね。ふふふ、どうした？今日は何も聞かないのかい？そうですね。気にならないことはないですが、きっとエイファ様なりの考えがあるんですよね。自分で見せ感じて改めて思ったんです。僕は姫様の隣に、姫様と一緒にいられれば、それで十分だって。姫様と過ごす何気ない日常が一番幸せなんだろうね。そうかそうか。随分とけなげな従者じゃないか。私も見習わなければな。あらやだ姫様大胆。姫様。この後 H シーンなのでカットです。ステージ4クリア。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。